今まで使っていた手法が、なんだか最近通用しなくなったな。こんなことを思ったりしませんか？私も昔は、あれ？いつも使ってる手法が通用しなくなったかも。こんなことをよく感じていました。しかし、通用しなくなった時の状況をよく考えてみると、大きく見て4つの原因があることが分かりました。そこで今回は、自分の手法が通用しなくなった際に、チェックすべき点について、私の考えをお伝えしていきます。相場の流れが変わり始めている。手法が通用しない、と感じ始めた場合、現在の相場の流れが変わってきている可能性があります。FX は一つの手法が全ての相場に通用するというのは基本的にありません。手法によってトレンドが得意な手法、レンジが得意な手法といったように特徴があります。そのため相場の流れが変わり出すことで今使っている手法が力を発揮できずに通用しなくなっている可能性があります。昔の私の場合もトレードがうまくいっていたのに急に手法が通用しなくなる場面がよくありました。例えば、私の手法はトレンドが出ている時の押し目買いや戻り売りなのですが、最初はこのチャートの黄色丸で買いエントリーをしてうまくいっていました。この場面って上昇トレンド中の押し目買いですよね。でも、この後のトレードで同じように押し目買いをしているのに、損切りになったりして、急にうまくいかなくなりました。この状況になった時に、手法が急に通用しなくなった。この手法はもう使えないのかなんて思っていたのですが、チャートをよく見てみると、流れが変わり始めていたんですよね。例えば、うまくいっている時って、ダウ理論に沿った綺麗な形が出ている状態で押し目買いをしていました。でも、その後の動きを見てみると、直近の最高値で抑えられて、ダブルトップを作っています。これは最高値を上へ抜けて、上昇トレンドを継続させようとしたけど、失敗した形になります。こうなった時点で、今までは大多数の相場参加者が買い目線だったのに、ダブルトップを作ったことで、あれ、上昇の力が弱ってきたかなと考え始めるので、買い目線をやめる人たちも出てきます。このような人たちが出てくると、今まで一致していた目線にばらつきが出てきます。しかし、明確に上昇トレンドが崩れたわけではないので、まだ買い目線の人たちが多く、買いも入りやすい状況です。だから、ダブルトップを作った後も上昇していってますよね。それでも、買い目線をやめた人たちもいるので、綺麗に上がらずに、前の上昇に比べると、微妙に上下して動きが悪くなっています。また、最高値を更新したのですが、強く抜けることはせずに、その位置でもダブルトップを作っています。これも、買い目線だった相場参加者が減ってきたので、上昇の力が弱ってきている証拠です。それでもまだ上昇トレンドなので、買いは入ってくるのですが、直近の高値にすら届かなかったことで、買いの目線だった人たちがさらに減って下がっていたのです。このような感じで、手法が通用しなくなってきた時は、相場の流れが変わり始める予兆が出ていることが多いです。ここに気づけずにトレードをし続けると、急に手法が通用しなくなった、と勘違いしやすくなります。ですから、もし自分が使っている手法が急に通用しなくなったと感じたなら、まずは一度、現在の相場の流れを再確認してみます。そこで、自分の手法が今の相場に合っているのかというのをチェックしてみましょう。これを確認した上で、使っている手法が今の相場では通用しない状態だと分かったら、またその手法が通用する相場が来るのを待つようにしましょう。FX は待つのも仕事と言われていますが、まさにその通りで、自分が使っている手法に合わない相場が来たら、無理にトレードをする必要はありません。FX の目的は、トレードをすることではなく、資金を増やすことです。手法が通用しない相場で、無理にトレードをしたとしても、無駄に資金を失うだけです。むしろ、通用しない相場が来た時こそ、次に備えて手法を見直したり、新しいトレード方法を考えるチャンスです。ボラティリティが変化している。次に手法が通用しなくなったと感じる要因に、ボラティリティの変化があります。例えば、ある時期から突然、すぐに損切りに引っかかるようになって、負けが増え出したら、それは、ボラティリティが高い相場になっている可能性があります。このような場合、損切り幅と相場の値幅が合っていない状態です。この状態でトレードをし続けると、
損切りばかりになって、手法が通用しなくなったと感じてしまいます。また、逆にボラティリティが低くなった時も似たようなことが起きます。この相場状況になると、今度は利食いポイントまで届かずに戻ってきてしまい、損切りになることが多くなります。ボラティリティによって、このようなことも起きやすくなるので、手法が通用しなくなったと感じた場合は、ボラティリティもチェックしてみましょう。ちなみに、この時の対策としては、ボラティリティが高い相場では、損切り幅と利食い幅を広げてロットを落とす。ボラティリティが低い相場では、損切り幅と利食い幅を狭くしてロットを少し上げる。これらの方法があります。例えば、いつもは、損切りがマイナス20ピップス、利食いがプラス30ピップス。この状態でトレードをしていたとしましょう。この時にボラティリティが高くなった場合は、損切りをマイナス40ピップス、利食いをプラス60ピップスという決済の幅にして、その代わりロットをいつもの半分にします。逆に、ボラティリティが低くなった時は、損切りをマイナス10ピップス、利食いをプラス15ピップスという決済幅にして、ロットをいつもの2倍にします。このような感じで、決済の幅とロットを調整して、損切りと利食いの金額をいつもと同じにするのです。そうすれば、ボラティリティに合ったトレードができる上に、メンタルの安定もキープできて、無駄な感情の乱れも防ぐことができます。もちろん、これはあくまでも一例なので、ご自身の決済幅に合わせて、ロット数の調整をしてみてください。もし、ロットの決め方について、詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。季節的な要因。手法が通用しなくなったと感じる場合、季節的な要因も関係してきます。例えば、7月や8月なんかは、大口が夏休みに入るので、流動性が落ちて、値動きが悪くなる傾向があります。あとは年末年始も同じで、大口が冬休みに入るので、値動きが不安定になります。特に2019年のフラッシュクラッシュなんて、1月3日に起きましたよね。あの時は朝の7時半過ぎから10分ちょいで300ピップスぐらい落ちて大きな騒ぎになりました。こういう時期にトレードをすると値動きが不安定になることから自分の手法がうまく機能しないことが増えます。私もこれらの時期は無理にトレードはせずに動きの悪さを感じたら休むようにしています。季節の変わり目は自分の体調リズムも崩れやすい。これは相場の動きの季節的な要因とは直接関係がないのですが、季節の変わり目などに自分の体調のリズムが狂ってトレードがうまくいかないことも結構あります。例えば3月になると、花粉症の人は花粉症に悩まされて集中力が落ちやすくなります。また、薬を飲んでいて眠気が出たり、頭がぼーっとして判断力が鈍りやすくなります。春から夏にかけては、急に暑くなって体調を崩しやすくなります。冬に入っていく時期も、急に寒くなってくると風邪をひきやすくなります。このように、季節の変わり目などで体調に乱れが出てくる時も、判断力が落ちて、ミストレードが増える傾向もあります。こういう時に負けが続くと、手法が通用しなくなったと思いがちですが、体調が優れないせいで、トレードがうまくいっていない可能性も結構あります。ですから、もし自分の手法が通用しなくなったと感じたら、これらの季節的要因も考えてみてください。仮に季節的なものが原因で負けやすいと分かったら、そこは無理をせずに休んじゃいましょう。やりづらい相場でトレードをしても、無駄に資金を減らす可能性の方が高いので、それであれば自分をリフレッシュさせた方が、その後のトレードに良い影響を与えてくれます。こうした無理をしない判断を積み重ねていくことも、勝ち続けるトレーダーになるためには大切な要素です。もし、FX に関することをやりたいなら、検証をしてパワーアップする期間にすれば、勝ちトレーダーへより早く近づけるようになります。自分自身がルール通りできていない。手法が通用しなくなったと感じた場合、自分自身がルール通りにできていないことも結構あります。例えば、昔の私の場合も、ルール通りにやっているのになぜかうまくいかないことがよくありました。その時に、これは手法が通用しなくなったせいだと思っていたのですが、トレード記録を見返してみると、全然ルール通りにできていませんでした。この原因を考えてみたところ、私の場合は主に4つの原因がありました。
連敗やドローダウン。まず一つ目が、連敗やドローダウンが続いた時でした。例えば、昔の私は少し連敗しただけで、この手法は本当に使えるのか、通用しなくなったのかな、と不安になっていました。その状態でトレードを続けていくと、ルール通りにトレードをすることよりも、損を取り返したい気持ちが強くなって、いつもとは違う場所で無理やりエントリーをしていました。いつも違う場所で無理にトレードをしていれば、そこには優位性がないので、当然ですが負けやすくなります。そこで負けてしまうと、悔しさからまたルール外の場所で適当にエントリーをして、さらに傷口を広げていました。こんなことを繰り返していくうちに、どんどんルール外のトレードが増えていきました。こういうトレードをしている時って、感情的になっているので、ルール通りにやっていると思っても、実際は全然違うんですよね。後で冷静になってトレードを見返してみると、なんでこんなところでトレードしてんのっていうのがすごく多かったです。ちょっと取れそうという気持ち。次の原因としては、ちょっと利益が取れそうだなっていう余計な考えが浮かんだ時にトレードをしていたことでした。ルール通りにやっているつもりでも、ずっとチャートを見ていると、なんとなくいい形に見えてきてしまって、ここならちょっとは利益が取れそうだな。ルールの形に似てるし入ってみるか、なんて余計な考えが出てきます。この考えに負けてしまい、ついエントリーしてしまう行為を何度も繰り返していました。こういう余計な裁量が入ると、継承で作った手法の優位性が壊れてしまい、負けやすくなります。昔の私はこのことに気づかずに余計なトレードをしていたので、自分の中ではルール通りやっていると思っていても、実際はルールから大きく外れたことをしていたのです。ロット数が自分のメンタルに合っていない。ロットが自分のメンタルに合っていない状態も、ルール通りにできない原因となっていました。例えば、昔の私は、1万通貨ですら連敗をすると切れていたのに、なぜか10万通貨でトレードをしていました。こんなに大きなロットでトレードをしていると当たり前ですが、損をしたくない。早く利益を確定したい。こんな気持ちが強くなって、損切りができなくなると同時に、利食いをすぐにしていました。このせいで手法の優位性が壊れて、本来とは全然違う結果が出てきたことで、手法が通用しなくなったと勘違いしていました。しかも、ロット調整って意外に難しくて、自分が大丈夫と思っているロットまで落としても、連敗が続くと悔しくなって、取り返そうとする行為が起きていました。だから私の場合は、思い切って最低ロットまで落としてトレードをするようにしました。そうしたら、ルール通りにできるようになり、結果も本来出るであろう結果に戻っていきました。もしこの時のことについて詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。1日に稼ぐ目標額を決めていた。最後の原因として、1日に稼ぐ目標額を決めていたのも、ルール通りにできない原因となっていました。例えば、過去の私は、1日の目標額を5000円と決めていました。しかし、目標額を決めたことで、毎日それを達成しなきゃいけない衝動に駆られて、ルール外のトレードがものすごく増えました。特に、勝って1日の目標額を達成しても、明日に向けてもう少し稼いでおこう、なんて考えて余計なトレードをしていたし、負けている日になれば、今のままだと明日は1万以上勝たないと目標が達成できない、なんて焦って余計なトレードをしていました。結局、勝っても負けても余計なトレードをしていたので、手法なんて合ってないようなものでした。そもそもその手法自体、毎日トレードチャンスがない手法だったのに、そこに1日の目標額を決めたせいで、ルール通りにできなくなっていました。それなのになぜかルール通りにやっている気になって、勝てない状況が続くと、手法が通用しなくなったのかって手法のせいにしていました。以上の4つが原因で、ルール通りにできずに手法が通用しなくなったと勘違いしていました。このことを解決してくれたのが、トレード記録の振り返りでした。例えば、私の場合は、毎週土曜日の朝に今週のトレードの振り返りをするのですが、これをやり始めたことで、今週はルール通りにできていたのかというのを客観的に見ることができました。このおかげで、自分自身が手法の優位性を壊していないかを確認できたので、仮にルールから逸れていたとしても、すぐに修正することができました。だから、
手法が通用しなくなったと感じたときは、トレード記録を見返すのはものすごく効果が高いです。もし、トレード記録の取り方について知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。手法自体が通用しなくなることはあまりない。これはあくまでも私の経験上の話ですが、FX をしていて、手法自体が完全に通用しなくなるというのはあまりないと考えています。例えば昔の私は、軽傷で勝てる手法を作ってから実際にトレードをしていたら、1ヶ月間全然勝てない時期が出てきました。その手法は、軽傷では毎月必ずプラスになっていたので、この結果が出た時は、手法が通用しなくなったと思いました。だから、その手法を捨ててしまったのですが、その後に負けてしまった時期を含めて、1年間を通して再度検証をしてみました。そしたら負けた月も含めて、すべての月でちゃんと勝てていたことが分かりました。そこで、負けていた月のリアルトレードと、検証結果を細かく見比べていったところ、相場環境の変化に気づいていない、自分がルール通りにできていない、といったことが原因で負けていました。こんなことが何度かあったので、私からすれば、手法自体が完全に通用しなくなるというのはあまりないことだと考えています。もちろん、相場状況と少し合わずに負けやすくなる場面が出てくることはあるのですが、そういう場合は微調整やアップデートとして少し手を加えることも出てきます。むしろ、この微調整を続けていくことで手法が洗練されていき、勝率も高くなっていきます。それでも、オリジナルの手法が完全に通用しなくなるというのは、私の経験上ありませんでした。少なくとも私に関して言えば、手法が通用しなくなったと感じたのは、ここまでお伝えしてきた相場環境の変化、ボラティリティの変化、季節的な要因、自分自身がルール通りにできない、といったことが原因でした。まずは、1年を通して使い続ける気持ちで、今まで使っていた手法が急に通用しなくなると、手法自体を疑いがちなのですが、実際は別の場所に原因があることが多いです。だから、トレードをしていて、手法が通用しなくなったと感じても、すぐに捨てることはせずに、まずは1年を通して使ってみる気持ちでトレードをしていくのがいいと思います。その中で、もし連敗が続いて、雲行きが少し怪しくなってきたら、一旦ロットを落とすのがおすすめです。ロットを落とすことで、仮にそのまま連敗が続いたとしても、損失を最小限に抑えられるからです。そしてそのままトレードを続けて、またうまくいき出したらロットを元に戻すのです。そうすれば損失を抑えていた分、すぐにその損を取り返して、プラスの利益へ持っていくことができます。また、ロットを落とした後に、急にうまくいき出したら、ロットによってルール通りにできていなかった、というのもわかりますよね。さらに言えば、トレード記録を毎週末でもいいので、ちゃんと見返していけば、ほぼ確実に手法が通用しない原因を特定できます。そしてその都度、微調整を入れていけば、手法がどんどん洗練されていき、自分に合った最強の手法が作られていきます。もし、トレード記録をチェックしていて、どう考えても今の手法が自分に合わずに負けていると分かった場合は、別の手法へ移っていくのがいいと思います。だから、手法が通用しないと感じても、すぐに捨てることはせずに、まずは1年間使い続けながら見極める、というスタンスが大切です。まとめ。手法が通用しなくなったと感じる場合、相場環境の変化、ボラティリティの変化、季節的な要因、自分自身の心理や行動のズレ、といった要素が原因であることが多いです。だからまずは、焦って手法を捨ててしまう前に、これらのことをチェックして、本当に手法自体が通用しなくなったのかを見極めてみてください。ここをどう乗り越えるかで、トレーダーとしての本当の実力が育っていきます。今がそのチャンスかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。